えらいこっちゃ、しあさってに演奏か。生地はどうしよう。私が作業できる時間はおよそ16時間。でも絶対素敵なドレスを作らなくっちゃ。しあさってに演奏することになったの？そう、それは急遽のお知らせで、しあさって卒業生のためにバイオリンの演奏に参加することになったというもの。長女はフォースグレードから選択授業でバイオリンを始めた。最初はたどたどしかったけれど、長女はバイオリンが大好きになった。来年度は長女はセブンスグレード。今までは演奏時のドレスコードはトップスは白、ボトムスは黒だった。セブンスグレードになると、もし演奏が評価されて先生から選抜されると、シンフォニックオーケストラというグループに入ることができて、ドレスコードが黒のドレスになる。つまり黒のドレスはシンフォニックオーケストラの証だ。シンフォニックオーケストラになれると、いろいろと演奏する機会も増えたり、ディズニーで演奏できたりもする。長女はシンフォニックオーケストラになることを憧れていて、一生懸命練習していた。つまり黒のドレスを着て演奏することは長女にとってとても特別なことなのだ。そして今回のお知らせは、黒のドレスで卒業生のために演奏に参加してねという先生からのメールだった。卒業式では簡単な演奏だけだけれど、とにかく親子ともども嬉しかった。ついに黒のドレスで演奏だねなんて。しかし問題はしあさってということだ。今日と明日、子供たちが学校と幼稚園の間、あとは夜とか隙間時間を見積もっても作業時間は16時間くらい。まず問題は生地だ。黒のリネンならあるけど光沢がないんだよな。今から生地を買う時間はないから、何かいい方法ないかな。確かもう着てない結婚式に出席した時の私のドレスあった。これ黒だ。授乳用のドレスだったんだこれ。もう着ないけどいつかリメイクで使うと思って取っといてよかった。スカートの部分が黒のレースだから使えそうだよね。光沢がない黒のリネンしかないけれど、このレースと合わせて使えば華やかなドレスにできるかな。今日でドレスのパターンを作って明日で縫い上げる。できるかな。急いで水通ししたリネン。デザインを考えよう。レースはアンダースカートにして、リネンはこんなひらひらシルエットかな。もしくはこうしてタックを寄せて、動くとチラチラ覗くのも素敵かな。トップスはバイオリンが弾きやすいよう襟ぐりもシンプルにしよう。袖はタックを寄せて少し膨らませようかな。どちらがいいか迷うな。でも時間がない。そもそも容赦がレースはそれほどないから、実現できそうな方にしよっか。急いでパターンを作っていかなくちゃ。昨夜知らせを聞いて大慌てで長女の体を採寸しておいた。成長期だからこまめに測らないとね。私も長女と同様、演奏のための黒ドレスをもし作れることになったら嬉しいなーっ
どんなドレスがいいかな、生地はこんなのがいいかなと妄想を膨らまして楽しみにしていたのだけれど、まさかこんな時間がない中、生地もない中作ることになるとは。でも時間はないけど素敵なのを作りたい。そんな思い入れが強い今回のドレスだ。まあもっとゆっくりじっくり作りたかったな。本当は黒のレースをオーバースカートにしようかとも思ったけれど、生地も足りなそうだし泣く泣く断念。リネンも本当はダークネイビーという色で、実は黒ではないけど、まあ大丈夫だね。作業時間削減のために簡単な作りにすべきという思いと、それでも思い入れのある黒ドレスだから許される時間いっぱい使ってできるだけ素敵なデザインのドレスを作りたい思いと、頭がまだ整理されてないけどパターンを作りながら考えていこう。長女のスカートの原型を作って、そこから動きのあるスカートにパターンを展開していってみよう。初めてやってみることもたくさんだけど、もしいざ完成して不具合が出ても修正する時間はないから、いざとなったら買いに行く時間も考慮してデッドラインを決めておこう。スリル満点だ。今は前スカートのパターンを作っているところ。このドレスも解体しておこう。あ、ここは縫い付いてるのか。へえ。既製品をほどくと勉強になるね。おはよう。朝ごはんとお弁当を作りながら、頭の中はドレスのことでいっぱいだ。ずっと脳内ソーイングイメトレをして手順を確認中。なるべく手順を間違えずにサクサク縫っていかないと間に合わないからね。今日のお弁当はコロッケサンドだ。よし、始めよう。この上の部分はまた何かに使うかもね。本当は裁断まで昨夜終わらせたかったんだけど力尽きた。ダークネイビーならぬ黒のリネン。
容赦足りますようにお願いだ。ちょっとお裾をもう少し長くしよう。大きすぎてカッターマットはみ出るね。このスカートの部分はハサミで切ろう。なんとか足りた。よし、縫おう。もう10時過ぎたのか。3時のお迎えまでフルスピードだ。ダーツは身ごろとスカート合わせて10個。ダーツからまとめて縫っていっちゃおう。肩を縫おう。後ろ身ごろに後ろスカートを縫おう。背中心を空き止まりまで粗めミシンで、そこから下は普通の目で縫おう。ファスナーを仮縫いしよう。仮縫いでは背中心の縫い代にファスナーの端を縫い付けて、粗めで縫ったミシン糸をほどく。次はファスナーの際を縫っていく。前後見返しの肩を縫おう。
見返しの周りはバイアステープでつっても、身ごろは裏地なしにするから、少しでも着心地がいいように、演奏に集中できるように。身ごろに見返しを中表に合わせて襟ぐりを縫おう。こんな感じに襟ぐりができた。縫い代を倒して見返しに縫い付けよう。こうすると襟ぐりが収まりが良くなる気がする。これは前スカートの半身。こんな感じでドレープが素敵になる予定。左右スカートを縫い合わせよう。前身ごろに前スカートを縫おう。脇を縫おう。スカートの裾を縫おう。袖のタックを3箇所縫おう。袖口は三つ折りにして手でまつろう。袖下を縫う。袖山にギャザーミシンをかけて袖を立体的にしていこう。袖をつけよう。レースのスカート部分は丈が足りないから上部をリネンで継ぎはぎしよう。継ぎはぎの部分は表からは見えないはず。後ろ中心はあき止まりから下を縫おう。レースに今縫ったスカートの上部を縫い合わせていこう。ドレス本体にレーススカートを合わせて、ファスナー開きの部分は手で縫い付ける。ウエストは表から縫い目をなぞるように縫い付ける。
レーススカートの裏地もそのまま使おう。ウエストにつけるベルト、新刺繍もさりげなく入れておこう。カメラだと見えにくいけれど、真ん中には葉っぱ柄の刺繍。ウエストに縫い付けよう。さあ、残った時間で手縫いの部分とちょっとした飾りを作ろう。見返しの背中心を身ごろに手でまつろう。リネンの余った端切れでバラのブローチを作ろう。